Hello，大家！蓝色监狱第二季终于要开播了。关注过我一段时间，小伙伴看过我一些可能开箱之类的视频，应该知道我最喜欢的就是 Nagi 和 Leo。所以我真的很期待他们的回归，并且就是我觉得 U20这一段的剧情应该算是蓝索就是已经是非常不错的部分了。第一季播出的时候我是完结了才看的，但是看完我就对 Nagi Leo 特别上头，所以我当时是紧接着就看了漫画了。我大概看到260多话就没有再看了，但是那个 Nagi 的外传我有一直在看，就是还每个月更新一次。前段时间也出了 Nagi 外传的电影，有兴趣小伙伴可以去看。当然，蓝索我有很多其他喜欢的角色。最开始我喜欢的就是丰乐辉，然后还有 Chigli，还有包括后面我又喜欢上了林。整体来说，感觉蓝索还是有几对非常好磕的 CP 的。其实我觉得这也是支撑我看下去蓝索的主要动力吧。而且第一季的就是动画制作上面，只能说有一些就是不尽人意吧，不知道这一季会不会好一些。但是好像工作室还是8B 什么的，所以我也是放低了期待的吧。不会吧？刚开始上来就是血液。俺たちの夢は終わりだ。嫌だよ。俺、こんな勝負したくない。行くぞ。リン。哦，又是熟悉的。勝負だ。我还没准备好，他们俩的这段。怎么有点なんで兄ちゃん。哦，好温柔哦。お前は俺のいないこの4年間、ここで何をしてたんだ。重力展开。準備は順調かね、エゴくん。君には感謝しているんだ。糸地さえがブルーロックに興味を持ったおかげでメディアも大騒ぎ。チケットも即ソールドアウト。ビッグマッチがビッグマネーに化けた。君が作った赤字も少しは埋まるというものだ。能書きは終わりか。本気で思っているのか。寄せ集めのストライカー集団がエリート中のエリートであるアンダー20日本代表に勝てるとでも。言ったはずだ。日本サッカーを変えるのはブルーロックだと。OP 很帅，哥哥。哦，小时候的冰棍儿。哦，别这样。Nagi，马郎。我觉得他的 OP 还是有一些以前那个风格在的，熟悉的感觉。才能の原石どもよ。お前らは全国の高校生ストライカー300名の中から厳しい選考を生き残ってきた世界一のエゴイストを目指す35名だ。試合は3週間後。
相手は愛しさえ率いる啊，就是直接放这种照片。勝てば代表の座はお前らのもの。しかし負ければブルーロックは消滅する。ほんの数ヶ月前まで無名で何者でもなかった俺。ブルーロックに招集されエゴを知って視線をくぐり抜けてここまで来た。この戦いに勝てばそんな俺が日本代表になれる。でも負ければブルーロックの消滅とともに俺のサッカー人生は終わる。この一戦はこの手で自分の人生を完全に変えられる試合。おい、待てよ。チャンスなのは分かったけど、メンバーはどうすんだよ。俺たちは全員フォワードだぞ。まさかこん中からミッドフィルダーとかディフェンダーも選ぶとか。ああ、もちろん。こっちはフォワード以外急増のチームで戦うしかない。そんな無茶だよ。确实，我感觉每个位置还是它训练方式有些不一样吧。俺は嫌いな展開じゃないな。おい、好き嫌い言ってる場合じゃん。うっせえ、慎め。今から名前を呼ぶ6名を中心にチームを形成する。こいつらが現時点でのブルーロック総合評価トップ6。呼ばれた者は前に出ろ。まずは愛し凛。啊，帅帅。リン、やっぱりあいつがナンバーワン。続いてナンバー2、指導流星。出た。バビョン。そんなすごいのお前。お前が1位で俺が2位。いや、ゾクゾクする。あと4人。ナンバー3、カラスタリト。原来他当时排名就这么高了吗？ナンバー4、音谷瑛太。ジェス。ナンバー5、雪宮天佑。はい、光栄です。あと1人。俺も入ってたい。エゴが作ろうとしているブルーロック11の中心に。ラストナンバー6は凪誠其实我觉得 Nagi 应该再往上一点儿。啊，以上だ。エゴさん、俺が5位の理由は1位との差は何ですか？簡単な話だ。残った35名のうち世界選抜相手にゴールを決めることができたのは愛し凛と指導流星だ。あとは一次セレクションからの得点数と世界選抜からの評価に基づくもの。そして最後に俺の独断だ。納得したか、モデルやさめがね。ありがとう。あの人モデルもやってんだ。なんかうぜえ。さて、ここからが次のセレクションだ。まずはこの6人を上から2人ずつ3チームに分ける。残った29名はどのチームに入るか自ら選択しろ。そして各チームトップ6の2人に3人ずつ加えて5人1組を作り、5対5のワンマッチを行う。なるほど。トップ6たちの優秀な攻撃の形にフィットする人材を探すのか。トップ6以外の29名に与えられるチャンスはたった一度だけ。これがアンダー20日本代表戦レギュラーをかけたトライアウトだ。ワンマッチで存在を示せってことか。なんかマジでプロっぽい。还是挺有意思的。それと人数の都合上1人だけ2試合分戦ってもらう。それはトップ6に次ぐ評価を得たナンバー7。バチ耶！ラめぐる、お前がその役割を担え。あいあいさ。くそ、一緒に戦ってきたはずなのに。
あいつらの方が俺より上なのか。トップ6、お前らは別室へ進め。あくまでもこれは現時点での評価順だ。トップ6といえども、トライアウトの結果でいかようにも順位がひっくり返ることを忘れるな。さて、残された29名に次ぐトライアウトクリアの鍵は主張と共存だ。強力な個性と得点力を持つトップ6に対して己の価値を主張し、替えの利かない存在として共存しろ。そして最後に凌駕してみせろ。お前らにとってトップ6は共に戦う仲間なんかじゃない。踏み台にして出し抜くんだ。未来をつかむ試合に出るにはまずレギュラーに入らなきゃならない。さあ選べ。お前の未来と運命を握る最感觉这次人物画的有的变得帅一点，有的变得奇怪了一些。おい、イガグリ、お前それ全種類じゃ一ねえか。个粒高马尾，喜欢。放題なんだから食わなきゃ損じゃ。俺の煩悩なめるな。煩悩1個もらうぞ。自分で持ってこいよ。他还是那么爱拿别人的饭俺吃。の定食じゃん。ガガまでお箸あげるからこれ使いなよ。黙ってくれてめえら。しかし、元チーム Z メンバー全員集合ってわけにはいかなかったな。なるはやがいないのは寂しい。哦，あと、裏切りクオンと女好き今村とゴールキーパー家も。それと国神。まあ正直国神が落ちると思ってなかったな。あいつ強いし。指導が落としたんだ。これがブルーロックなんだよな。哦，这个哩。つうかアンダー20代表に負けたらここ自体消滅する。人の心配してる余裕ないっしょ。俺还是很美。だな。お前ら、どのチームに入るかもう決めたのか。俺は A チームだな。哥们儿，組んでた指導がいるし。俺は B か C かな。なんとなく直感で。俺は網だくじで決める。耶、俺だけ2試合って言われたし。ああ、そっか。結局元チーム Z の出世頭お前かよ。那当然了，这个也很不错。ちぎりんはまだ決めてない。イサギは俺は A か C っしょ。りんちゃんのとこかナギのとこ。よくわかったな。自分の武器と化学反応を起こすならコンビネーションが使えるナギのいる C チームでもって、まだ超えられてない未知の可能性にかけるならりんちゃんのいる A チーム。上一季再放送。主張と共存か。ドイツと組むのが俺にとってのベストなんだ。ナギ还在那玩呢。雪宮健優です。よろしく。ナギ清志郎、よろしくメガネ君。楽しみだね。どんなやつが俺たちを選ぶのか。よ他每次一出场都有一种色气。無視すんなよ。チームメイトなんだしさ。お前、爆発好き？興味ねえ。うせろ、触覚。又来。おー、いいじゃん、やれやれ。ポンポンポーン。止めた方がいいから。あっとけ。潰し合ってくれたら儲けもんやろ。俺のサッカーの邪魔すんならぶち殺すぞ。那真比林要高好多サ。ッカーじゃなくて生命活動だぜ。はい。じゃれるな。柔韧性这么好自。覚を持て。
お前らはいわば好乖呀、为什么大家都それぞれのコンビは俺が考えうる現時点での実験的超攻撃型ツートップ。一人では生み出せない新しい攻撃を見せろ。相手はお前が世界一になるための道具だと思え。そして間違ってもトップ6以外の人間にそのポジションを奪われる。お前らはブルーロックの頂にいるんだ。お前らが作るサッカーが日本サッカーを破壊する刃になると自覚しろ。这集还是有很多 PPT 的感觉的。俺はお前らの挑戦が見たい。そもそもこのトライアウトって何を試されてるんだろう。共存ってことはトップ6との化学反応。确实，不仅要考虑到自己的这个能力，还要看跟这个队伍匹配不匹配。在不被淘汰的同时，还得能彰显出自己的那个亮点。马郎，马老师。バロはもう決めたの？面倒くさおのいるし以外知ってるやつとまたやっても成長になんねえし、どこに入っても俺は俺を出してキングになる。それだけだ。すげえな。お前らしくていいじゃん。つうか潔、なんでお前がトップ6じゃねえんだよ。ムカつくぜ。俺が潰してえのはお前なんだよ。こんなとこで埋もれてんじゃねえよ。下手くそ。おお、ごめん。潔くん、この2马郎应该也会是 top 10吧。あ、2個。まだどのチームにするか決めてないみたいですね。まあ。エゴさんは競争意識を煽ってるけど、結局僕らはトップ6にフィットできるか試されてるんだと思います。毕竟都马上要上战場了。2個は決めたのか？僕は自分のプレーを貫ける相手を選びます。引き立て役にされるのはもうごめんです。主役は奪うものだって君に学びましたから。自分が主役になれる相手。とりあえず潔くん、早く出て行ってもらえますか？おでこ洗うとこ見られたくないんで。挺讲究。どういう羞恥心？哦，这个音乐。リンのいるチームで自分をアピールするのはきっと簡単じゃない。生まれて何もできずに終わる可能性だってあるし。我突然觉得这都来得好快啊，我都猝不及防。簡単に決まんねえよな。レオ。俺も同じだわ。お前はナギのチーム一択じゃないの？俺とナギをバラバラにしたお前に言われたくねえわ。あ、ごめん。そうするつもりだったけど、迷っちまってんだよ。哦。なんで？まあ、二次セレクションの時あいつがお前を選んでさ、絶対見返してやろうと思ってここまで来たんだよ、俺。でも、トップ6まで成り上がったあいつを見て、开一些集锦。あいつがどんどん手の届かない存在になってる気がして。不是这样的，宝贝。自信がないんだ。ただこのタイミングを逃したらもう次はないような気がしてる。でもダメな俺を見せたら、またあいつはもっと遠くへ行ってしまいそうな気がして。扭起来了。どうしたらいいかわかんなくなってる。明明是那么有自信的少爷。ここで一緒に戦わなきゃ、もう二度と手の届かない存在になるかもしれない。その後悔だけはしたくないから。よし。レオ、ありがとな。お前のおかげで決心ついたよ。きっと何が正解かじゃないんだ。必要なのは
自らの選択を正解にしてみせるか。让自己的抉择变成正确的。俺が選んだ道を間違いじゃないって証明してみせる。我太心疼灵王了，投票の締め切られました要碎ラスト了ノルマを開始します。啊！好美啊！速やかに集中してください。それでは振り分けられたチームを発表いたします。 PPT さあ、アンダー20日本代表戦へのラストノルマ、ブルーロックイレブンのレギュラーを決めるトライアウト。俺が選んだチームは、俺が今隣に立っていたいのはお前なんだ。哦，这什么词儿？あちらも俺と同じ A チーム希望。バロー、ライチ、ニコ、チギリが同じチームか。马郎选了不认识的人，6，他还是选择了 Nagi。惜しい。やっぱりお前はナギのところを選んだんだな。トライアウトクリアの鍵はトップ6に対する主張と共存だ。あいつらの間に割って入って自分の存在をどうアピールできるかが鍵。そしてこの戦いの向こうにはアンダー20の日本代表がいる。这路走的。こういっちゃんわかってるだろう。はい、日本サッカー界のために。潰せ、絶対に潰すんだ。わけのわからん奴らに日本サッカー界を乗っ取られるな。ご安心ください。彼らは所詮理想論。現実のアンダー20日本代表は我々以外にありえません。真的吗？さすがは連合以外の言葉を聞かない。耳なし法一。ネットでいじられてんすからやめてくださいよ。というわけだ。頼んだよキャプテン。はいはい。哦，Echo。ブルーロック。哦。勝つ。そして証明する。世界一のストライカーになるのは俺だ。是绿光，我真的绷不住。这是ED。嗯，挺好听的还。小羊。哦，我好喜欢，就是那种会放到歌单里的。Snowman。哥们儿有点吓人了。好好听，我喜欢这个 ED。じゃあトライアウトに備えろ。トップ6。ありゃ、3人部屋が2つか。三々に分かれなあかんな。メンバーどうする？一部屋は俺が使う。お前らは5人。なんで無理。やだ。じゃあグーパーじゃんけんでいいじゃん。2つに分けるだけだし。いやいや、そんなんじゃたぎらねえよ。じゃんけん負けた一人だけ外で寝ようぜ。
いいなそれ。サバイバルエゴエゴじゃんけん。めんどくさいんだけど。じゃあ燃えるぜ。なあ、エゴエゴじゃん。おーい、じゃんけん。待ちやがんな。じゃんけん。ポン。みんな一人だけ一緒の部屋になりたくないやつ指さそうや。そいつとは違う部屋になるルールでどうよ。おー、よき。オーケー、やろう。じゃあ、せーの。好可爱 Nagi。じゃあ俺の一人部屋でいいな。ああ、なしなし。やっぱ今のなし。笑死，这个领域好可爱。なぎくん、作戦会議とかしたいし、一緒に来ない？まあいっか。これ以上めんどくさいし。よろしくメガネくん。アンドモンスター。哦，这个变脸。よろしくな、ツンツン頭。いや、お前もやろ。見て、俺もツン。啊，好可爱啊！耶。这一集的制作看下来还是熟悉的感觉，它这个制作组完全没有，就是这个制作感觉还是像是经费不足似的。但是我觉得第一季之后蓝索应该很火，而漫画好像卖的也很好，但是好像并没有在番剧上体现出来。我觉得有 Isagi 的镜头感觉还是之前的画风稍微正常一点，其他有些人就怪怪的，还有脖子这儿啊什么的。血液里的Lin甚至有点像米卡萨的幻视第4季的米卡萨了，而且整体的色调也是感觉怪阴沉的，还有就是很显而易见的一些 PPT 转场啊。就最后的那个短短的小剧场，大家都看着还是挺正常，也很可爱。我觉得果然还是要放低期待吧，不然它的经费都花到哪儿去了。OP 的话就画面平平，歌的话我个人感觉也是平平，但是 ED 倒是不错，ED 我还挺喜欢的。但其实它漫画的画风还挺不错的，就挺犀利的，就也很有张力。当时看到它的漫画就是很震惊，就感觉完全跟它的动画不一样。要说的话，感觉这节奏也怪怪的，包括就是Top 6他们的这个压迫感也没有出来，就整体感觉很平。这一季观感就是除了看到那些会动的我喜欢的角色出现，就没有什么别的惊喜了。不过 Leo 跟 Isagi 在那里看大屏，真的还是那种扭曲感。看漫画的时候这一段看的我也很胃疼。且第一集可能就更像过渡吧，就是真正到了赛场上，不知道就是巴比特能不能做得更燃一点吧。其实我看了动画，看了漫画，整体来讲我还是对足球没有什么兴趣。我觉得他这个作品对于足球运动的本身的塑造可能也还是有些欠缺吧，但是我觉得反正只要有自己看得开心的点就好，我还是挺喜欢看的。最开始的血液提早了这么多出场，也是挺没想到的吧。虽然这个血液制作的很差，但其实已经点明了就是为什么林他这么想去战胜他哥吧。那个行李箱，他哥对他说的那些话，把他这样子类似于抛下，一直在往前，而林一直在追赶。Lin 真的要碎了在那里，也因此就是一定要去摧毁自己哥哥的梦想了，就是他们完全分道扬镳的这么一个感觉，其实也挺虐心的。Lin 他明明对于哥哥有这样一份柔软的心，现在的他完全是这已经变得如此的就是冷酷，但还是很帅啊。这集 Leo 也看得我很心疼吧，就是他也本身是如此一个就是意气风发的大少爷，但是他也在蓝色监狱里被击溃，对自己也开始不断的质疑，然后想要到 Nagi 身边，而更加的发愤图强。Leo 他的这个人物成长和弧光我是非常喜欢的，他开朗爽朗的一面我很喜欢，他的这个暗自神伤和自发的改变我也很喜欢。以下涉及轻微剧透，就是我觉得从看到漫画之后回来看这一段这个动画，就我突然觉得很多角色其实后期都像是被削弱了一样，就前期感觉都塑造的还挺，就是想把他们塑造的很强之类的，但其实也没有提出个所以然，然后或者就是没隐身了。这一季我肯定会看下去的，还是蛮期待的，很期待 Nagi 和 Leo 后续的这个发展。这期视频到这结束，我们下期见，拜拜。